教室に行かなくても上達できる人とできない人の条件とは何でしょう？こんにちは、フリーマンです。音楽教室に通うべきかどうかという議論があります。教室を肯定する意見も、独学を推奨する意見もあります。この動画ではその結論は出しません。教室に通うことを否定もしません。ただ、独学で上達するために必要な条件があるとしたら、その条件を正確に理解することで、自分に何が合っているのかを判断できるようになります。独学で続けられる人と続けられない人の差がどこにあるのかを具体的に考えていきたいと思います。独学で上達できる人の3つの条件とは？ 1 つ目、自分の音を客観的に聞くことができる。録音を聞き返すことができる方は、独学でも確実に上達するでしょう。自分の演奏を録音し、何が良くて何が足りないかを自分で判断することができれば、先生がいなくとも修正が可能です。スマートフォン1台あれば今日から始められます。録音を聞くと弾いている時には気づかなかったことが多く見えます。音のタイミングのズレや音量のムラ、ミスタッチの頻度など。これらは弾きながら意識するより聞き返す方法がはっきりとわかることになります。週に一度でも録音して聞き返す習慣を持てる方は、独学での上達にも最も必要な能力を持っていると言えるでしょう。2つ目、上手くなりたい、いつかちゃんと弾きたいという抽象的な目標では、独学ではなかなか続きにくいと言えます。この曲の冒頭、8小節を3ヶ月で弾く。この1フレーズを今週中に止まらずに弾ける状態にする。このような具体的な目標がある方は、独学でも進み続けられる力があると言えます。目標の解像度が独学の推進力に影響するということです。この解像度の高い目標は達成の可能性を飛躍的に上げ、達成した瞬間にまた次の目標が見えます。このサイクルが続くと、独学が自己完結した学習システムになっていきます。3つ目、毎日少しでも触れる習慣がある。週に一度教室に通うより、毎日5分触れる方の方が上達します。これは感情論ではなく、脳科学的な事実としてあります。技術の習得は、長時間の集中より短時間の繰り返しによって定着するということです。独学の最大の強みは、時間と場所の自由度だと思います。この自由度を生かして毎日ギターに触れられる人は、独学に向いていると言えるでしょう。独学が難しい方の特徴も考えてみます。まず、正しいかどうかへの不安が常にある場合、自分の演奏が正しいのかどうか、常に不安を感じる場合は、フィードバックをくれる存在が必要になります。この不安は練習への集中を妨げてしまい、上達を実感しにくくしてしまいます。この場合は、教室か信頼できる動画コンテンツ等を活用することが現実的な解決策となるでしょう。モチベーションが外部からの評価に依存している場合、誰かに聞いてもらって褒められると続けられる。こういった場合は、独学より教室や仲間との練習が向いていると言えます。一人での練習に楽しさを見出せない場合、独学は孤独な義務になってしまいます。自分がどちらのタイプかを知ることが正しい環境選択の前提となるでしょう。独学を支えるコンテンツの正しい使い方にも触れてみます。可能な限り少量のリソースに集中することです。YouTube や書籍、オンライン教材を使用する場合、短期間で多くに分散させるのではなく、一つのソースに集中することを推奨します。複数のコンテンツを同時に参照すると、情報が矛盾してしまったときに、どれが正しいかわからなくなってしまうからですね。自身で信頼できると厳選した情報源を決めて、それに沿って練習することが独学の基本設計としてはおすすめです。疑問をためずに解消する習慣を作ることも大切です。
独学で詰まるポイントは、多くの場合、検索すれば解決します。この音が出ない、この指の動きができないといったような具体的な疑問をその都度検索してできるだけ早く解消する習慣がある方は独学で進めやすいです。逆に疑問を溜めてしまい、いつか調べようにしてしまうと、詰まったまま練習が止まってしまいます。どちらを選んでも、毎日ギターに触れていないと上達は遅くなってしまいます。毎日触れている方は、どちらを選んだとしても上達が早いでしょう。まずは習慣を作ること。その後に方法を選ぶことが正しい順番と感じます。今回の独学の条件を満たしている方は、今日からでも始められますね。逆に満たしていない条件があれば、まずはそこを整えることが先です。サイレントギターについて、クラシック目線で検証や実演の動画を出しています。ご興味あればチャンネル登録しておいてくださいね。また、サイレントギターやクラシックギターで困っていることがありましたら、ぜひコメントをご活用ください。別動画で検証していきたいと思います。ではまた。